今回は、球体レジンで、炎を表現しつつ、なんと、気泡発生時の修復方法の、ご紹介もありと、見どころ満載の内容となっているので、ぜひ最後まで見てね。まずはこの、炎の製作工程の、説明をしていくで。この透明な、プレートはなんと、プラ板。プラ板に直接、油性の黒マジックで、炎を描いてるで。ここからは色付け。ダイソーでゲットした、油性ペンを使う。色は、イエロー。炎の中心部分を、塗るで。そしてここで、マッキー。レッドを、炎の周りに、塗っていく。今、描いてる炎を見て、なんだかなぁ、と思った、あなた。パッと見た感じこの炎。正直ちょっとしょぼいよね。まるで小学生が描いたような、稚拙な炎に見える。だが、ご安心を。これがしっかり、炎に化けるで。それを説明する前に、現状の、炎のサイズを確認してほしい。実はこのままではそもそも、今回の球体の中には、収まらない。そう。このままでは、ダメなんだよね。そこで、エンボスヒーターで、熱を加える。これが、プラ板を採用した、理由そのものなのよね。プラ板は、熱に弱い。この特性を利用して、加工していく。熱を加えると、収縮するので、うまく加工できれば、立体的な炎を、表現できるということやで。ちなみに、加工前と、加工後の、サイズ比較画像は、こちら。この立体的な炎が、球体の中に入った時に、さらに化ける。というわけでここからは、装飾半球を、作っていくで。このモールドは、ハンドメイドラボさんから、購入。残念ながら、前に使ってたモールドが、壊れちゃったんよねー。さてさてここで色作り。ブラックと、ブルーと、パープルを混ぜる。ところで冒頭で、少し触れたけど。今回、半球同士を接着して、球体にした際に、内部に大きな気泡が、発生するんやけど、なかなかに面白い方法で、見事に処理しちゃうんよ。何かの参考になれば幸いやで。終盤も、お楽しみに。さて、濃度は多少違うけど、さっきと同じように、色を調合。こちらもブラックと、ブルーと、パープルを使用してるで。そして改めて、言うことでもないかもやけど。レジン液は、パジコさんの、星の雫。着色料は同じく、パジコさんの、宝石の雫を使用してるで。装飾のための素材は、100均で購入したり、Amazon でポチったりしてることが、多いかな。さて、そろそろ本格的に、装飾開始やね。まずは、金のラメを散りばめて、硬化。さらに、レジン液をある程度、注いだら、乱切りされた、ホログラムと、金箔を配置していく。これは、
光が拡散するような、ピカピカ効果を狙ってのこと。それと、最終的には真ん中に、さっきの炎を配置するので、ホログラムや金箔は、真ん中を避けて、周りに配置するのが、コツ。と言いつつ、真ん中にもある程度、配置してるなぁ。計算してるのか、感性が、そうさせるのか。いまいちよくわからんけど、綺麗に仕上がってたし、オッケーやね。おっと、今回も若干、たこ焼きスタイル回転法を、使ってるね。唐突やけど、たこ焼き食べたいな。バイ、ご主人。ご主人の心の声が、少し漏れたところでいよいよ。炎を配置する、お時間やで。こんな感じで、真ん中に配置して、こうか。これで、装飾半球は、完成。そしてもう一つの、半球作りを、開始。こちらは例のごとく、装飾なしの、クリア半球やで。そうそう今回も、次回予告は、インスタグラムと、チャンネルのコミュニティ機能で、告知するね。チャンネル登録して、次回予告を、待っててくれると嬉しい。ちなみに、候補の作品は珍しく、今3つほど、ストックがあるんやけど、ちょっと、絞りきれなかったんよね。この動画を投稿してから、もう少し考えてから、告知するっす。さて、半球同士を貼り合わせたら、しっかりこうか。そしてここで、なぜかマットごと、引っ張っちゃう奥さん。まあいいや。とりあえず大きな針を、処理してから。ここで、問題の気泡に気づき、処理を試みる。躊躇せず、まさかのドリルで、穴開けスタート。ちょっと時間を止めるで。残念ながら、ずれてるね。というわけで角度を変えて、もう一度、掘り進む。気泡を貫通したのが、容易にわかる、反動があったね。そしてこんな風に、レジン液を、注入する。これで解決。内部に掘り進んだ後は、残らない。そして表面は、後で研磨して、コーティングするから問題ない。おっと、もう一個、内部に気泡が隠れてたみたいやね。画像では、気泡を確認できなかったけど、同じように処理してるよ。というわけで、なかなかに面白い、修復方法のご紹介でした。あとは削ってヒートンつけて、コーティングしたら、完成やで。今回は、火炎と題して、プラ板で炎を表現して、球体レジンを作る、動画でした。この後の、完成画像と、僕の可愛い、泣き声付きエンディングもあるので、最後の最後まで、見ていってね。それじゃまたねー。